やっぱウミガメを守りたいっていう気持ちだったりとか、日本の大学を休学している時に自分が何をやりたいのかわからなくって、そんな時にウミガメが網に引っかかってしまっている写真を見て、私は今すぐに海の中に行って助けたいっていうふうに思ったんですね。こっちから上がったところのファーストフロアでよく授業を行ったりします。こういったところで授業を受けてます。海洋生物学ですと、ラボの前に1時間か2時間のレクチャーが先にあって、そこから、3時間のラボになります。これは海洋生物学のレクチャーのスライドで、クラゲだったりサンゴ礁について勉強しました。これ日本語だと、それぞれ門になるんですけど、ポリフェラ、ナイデリア、クテノフィラっていうこの3つの門について、この、無脊椎動物の授業で習うっていう形です。これが1つ目のポリフェラの写真になります。基本的に英語ではスポンジって呼ばれるものですね。触手、テンタコがあるのが、サンゴで、スポンジはテンタコがないんですよね。そこが大きな違いになってます。この魚はトードフィッシュっていう魚なんですけど、日本語だとフグとかって呼ばれてたりもします。コテスロービーチにはこのトードフィッシュがたくさんいて、すごく可愛くて私のお気に入りの魚です。で、このオレンジのボックスフィッシュ、このホース状レザージャックスとかもコテスロービーチにいて好きな魚の一つです。これはウミガメのイラストが描かれた指輪になってます。で、こっちは貝の指輪なんですね。これはデジタルメイキングのクラスなんですけど、私は海洋問題だったりをたくさんの人に知ってもらいたいっていう思いがあって、動画をどういうふうに作ればいいのかっていうのを学んでいました。自分で音楽を作ったり、こういう画像だったりですとか、これはあれですね、ゴミの分別についての将来どういうふうなゴミ箱が環境に、そして人にいいのかっていうので、自分でいろいろ考えて作りました。これはThe Global Ocean Challengeっていう授業でプラスチック汚染について自分でプレゼンテーションした時のプレゼンの資料です。プラスチック汚染の歴史だったりを説明して、そこからどういうふうな、インパクトがあるのか、どういうふうな解決策があるのか、バイオプラスチックっていうことだったり、ビーチクリーンナップ活動とか、工学的なエンジニアリングオーシャンクリーンナップっていうこういう新しい、工学っていうのがプラスチック汚染解決のために作られたりもしています。私は将来どこでも海洋生物学者として働きたいっていう思いがあったので、英語で学ぶ環境を選びました。でやっぱ1年生の時はわからない単語がたくさんあって、もう毎回その度に翻訳してっていう形ですごく苦労しました。このバータブレイトモフォロジーだと脊椎動物に関する形態学についての授業になります。これはカエルの解剖をした時に、食道からクロアカまでがどういうふうにつながっているのかっていうのを授業で学んでます。でこの授業だと肉食動物と草食動物、どういうふうに骨格が違うのか、それがなんでそういうふうな違いがあるのかっていうのについて一つ一つ学んでいくっていう感じですね。私の場合は生物を高校生まで日本語で勉強していたので、授業が始まる前に、ラボの資料を全て目を通してわからないところは日本語訳をメモする。そうなってくるともう予習するだけでも、やっぱ2時間3時間ぐらいはかかりますし、授業前もかなり忙しいっていう感じです。こちらは UWA のステッカーで、こちらが UWA 海洋生物学クラブ、マリンバイオロジークラブのステッカーになってます。最初の
もう数ヶ月でもう来た時にそのオーストラリアの自然だったり生態系っていう美しさにすごく感動したんですね。そういったところでやっぱオーストラリアで海洋学を学びたいっていう気持ちが強くなりました。この動画は、地質学で作ったビデオの一つなんですけどですね、私自身プラスチック汚染に興味があるので、それが海流とも関わってるんですね。海流によって、ノースパシフィックガーベッジパッチっていうすごく大きなプラスチックがたまるところが海の中に作られているので、私はその動画の解説を作りました。クラスで2番目に高い投票を得ることができて賞をいただくことができました。最近では UWA のメンターになってこのリユーゼボーカップっていうものをいただきました。コーヒーをもらったりする時などやっぱこういうカップを持ち歩いてると環境にいい生活っていうのができます。私は海は全部つながってるので国際協力っていうのは必要不可欠だなっていうふうに思います。いろんな国のバックグラウンドの人に会ったことでいろんな国のリサイクルシステムのことも学べました。そういったところで例えば先進国が発展途上国と手を組んで、協力してプラスチック汚染を解決していくのが、理想的なのかなっていう自分の考えもだんだんまとまってきました。選択科目では私はソーシャルメディアのマネジメントにすごく興味があったのでコミュニケーションメディアのクラスを、前回のセメスターでセレクトしました。投稿とかこの Photoshop っていうアプリがあるんですけど、それを使って自分で、いろいろな画像を一つに合成するっていう授業をやりました。で今では海洋生物学部のソーシャルメディアマネージャーとしてインスタグラムの投稿などを作成しているので、その時に使ったこの Photoshop の使い方だったりとかが今役に立ってます。これは R Studio っていうアプリを使ったコーディングになりますね。私はやっぱこういうサイエンスをやる上でデータ分析っていうのはすごく重要視されると思うんですね。その中でR スタジオの授業が必修科目で行われているっていうことは自分の将来のためになるなっていうふうに思いますね。特に試験前ですとスライド授業で習うスライドがたくさんあるので自分でピックアップしてどこが重要になってくるのかっていうのを一つのこのワンノートっていうアプリにまとめています。テスト前とかは席が全て埋まっていてここでプレゼンテーショングループプレゼンテーションのディスカッションだったりどういう風な構成でできるのかっていうディスカッションをここでしたこともありました。今英語ができるっていうことで自分は世界どこでも大学院進学が可能だなっていう風に感じています。また自分の研究トピックとしてはウミガメの研究または海洋プラスチック汚染の研究にフォーカスしたいなっていうふうに思っています。地球温暖化だったり海洋酸性化などやっぱそういう問題とかも自分で視野を広げていってそういった影響がウミガメにどういうふうに影響を及ぼしているのかっていう研究にも興味があります。やっぱそういったところで私の生きがいだったりをくれたウミガメに自分が生涯として恩返ししたいなっていう思いがあります。